皆さんおはようございます。地図旅のお時間です。バンコクのスワンナプーム国際空港に到着しました。今回はバンコク2泊3日の旅です。時間は朝4時半。まだエアポートリンクも動いていないのでタクシーで市内に向かいます。早朝でも結構人が多いですね。タイでは配車アプリグラブが使えます。その辺のタクシーを捕まえるんでもいいんですが、グラブなら前もって料金が確定するのがいいですね。タイ語が話せない人もアプリで行き先を指定できるので便利です。ちなみに僕はタイ育ちなのでタイ語が話せます。なので今回の旅行は里帰り気分でもありますね。早速車が見つかったようです。空港の1階の4番出口から外に出るとグラブのピックアップポイントがあります。ここで待っているとマッチングした車が迎えに来てくれます。海外では Uber が多いですが、東南アジアはグラブの天下です。タイ旅行の際もグラブをインストールしておくといいでしょう。今回はホテルまで407バーツで運んでもらいます。ドライバーと合流し出発です。このタクシーめっちゃスピード出してます。飛ばしっぷりが画面の揺れからも伝わるでしょうか。この調子だと5時くらいにはホテルに着きそう。ホテルに着いたら荷物を置かせてもらって早速観光に出発する予定です。市街地に入ってきましたが、街はまだ眠っています。初めはお寺巡りの予定なんですが、さすがにこの時間は空いてないのでちょっと時間を潰さないといけないんですね。レセプションで話をしたら、なんと急遽部屋を用意してくれました。それでありがたく部屋に入ってきたんですが、こんな演出が。ハッピーバースデー。どなたの誕生日の予約の部屋にはサインされちゃったみたいです。なんだか申し訳ない。でもおかげで少し休憩しながら夜明けを待てそうです。ホテルの優しい対応に感謝。全体的に年季の入ったホテルですが、お風呂も綺麗。洗面台も綺麗に磨かれています。現在はまだ午前5時23分。目の前を流れるチャープラヤ川も静かです。少し作業をしながらのんびり夜明けを待ちます。夜が明けました。現在8時30分ぐらい。天気は薄曇りですね。チャープラヤ川は船がたくさん行き交う時間になりました。今回はチャープラヤ川沿いのロイヤルオーキッドシェラトンにまず一泊します。ここは子供の頃によく来ていた場所だったので懐かしかったのと、今日の主な目的の寺院巡りにアクセスが良かったので選びました。バンコク観光は大きく3つのエリアに分けて考えるといいです。1つ目はこれから行く旧市街エリア。エメラルド寺院やワットポーナの定番スポットが集まるエリアです。2つ目はサイアム駅を中心とした商業エリア。巨大なショッピングモールがいくつも立ち並ぶ買い物に便利なエリアです。手頃なレストランも多いので、何を食べたらいいか悩む人にもおすすめ。最後はスクンビットエリア。日本人も多く住むスクンビットという大通りに沿って発展しています。日本語が通じるお店も結構あるので、言葉に不安を感じる人も過ごしやすいかもしれません。それでは行ってきます。グラブを呼んで移動しています。バンコクは中心部以外はあまり電車は発達していないので、必然的に車移動が多くなると思います。バスもありますが、観光客は使わない方がいいです。タクシーも行き先説明や料金交渉が面倒なので、そういう意味ではグラブが必須かもですね。ホテルから15分ほど走ると最初の目的地に到着です。ワットパークナムにやってきました。ちなみにワットはお寺という意味。壁にぴったり張り付いてる。ひんやりして気持ちがいいんですかね。猫さんがいっぱいいて旅の幸先がいいですね。こちらがワットパクナムの大仏。寺院自体はアユタヤ王朝期からあるので、少なくとも300年以上の歴史があります。一方でこの高さ69メートルの仏像は2021年の完成。
瞑想の姿勢の仏像としては世界一の大きさです。いわゆる三大寺院と比べると人も少ないので落ち着いて見ることができます。寺院の中は11時からじゃないと入れないみたい。興味がある方は見てみてください。ちょっと路地裏を歩いています。ワットパクナムの裏側、周りの建物と比べると大仏の大きさが際立ちます。この辺りはお寺がいっぱい。いつも通りの生活が流れています。川を挟んだ大仏撮影スポットにやってきました。手前は川なので障害物はなく前景を収めることができます。朝早く出たおかげでゆっくり見物ができました。では移動しましょう。ワットアルンに来ました。ここは暁の寺と呼ばれる場所。朝一番の光が寺院に反射する姿が美しいらしいです。僕はバンコクに長いこと住んでいたんですが、朝が苦手なのでその姿を見ることは一度もありませんでした。ワットアルンもアユタヤ王朝期の寺院で少なくとも17世紀には存在していました。2017年には大改修も終えてその姿が維持されています。かなり急な階段がありますが、上には登れないようになっています。でも昔は登れた気がするんですよね。ワットアルンは中心の大塔を周囲4つの塔で囲むことで趣味線を表しています。そしてそれぞれの塔の表面は陶器で装飾されています。ではチャオプラヤ川を渡ってまた別のお寺に向かいましょう。ポートは片道5バーツ、20円くらいですね。時刻表はあるのかよく分かりませんが、乗り込んで待っていればほどなく出発します。動き出しました。下流には高層ビルの姿も見えます。発達した文明のそばに昔ながらの水上交通が共存している感じ、いいですよね。あっという間に対岸の駅に到着。次にやってきたのはワットポ。有名な涅槃仏のお寺です。それと同時にワットポーはタイ古式マッサージの総本山でもあります。枕もピッカピカ。足裏には細かい模様が描き込まれています。真珠で描かれた螺鈿細工の108の絵は仏教の世界観を表しています。ちなみにワットポーの入場料は300バーツ、ワットアルンは200バーツ。それぞれ現金払いのみなので気をつけてください。ここはワットプラケーオ、エメラルド寺院です。ワットポーのすぐ隣にあります。王室の守護寺院でもあり、タイのお寺の中でも特に格式の高い場所。足が見える格好では入れないので注意です。昔タイに引っ越した時に初めて来たお寺がここだったので、タイの寺院といえばこの色合いのイメージが強いです。観光客がたくさん。この大きな建物の中にエメラルドブッダがあります。中は撮影は禁止。他にも黄金に輝く仏塔など見どころはたくさん。高級敷地内の寺院ながら、ある意味では一番観光色が強いお寺にも思えます。進路に沿っていくと王宮も見学することができます。ラーマ9世以降は実際にはこちらに住まわれていませんが、今も重要式典はこの場所で行われます。綺麗ですよね。
昔住んでたひいき目もあると思いますけど、タイの伝統建築はアジアで一番綺麗だと思ってます。ひとまず寺院巡りはこれで終了。お昼ご飯を食べにボートで移動します。ボートで川を下ってアイコンサイアムというショッピングモールに来ました。泊まってるホテルのちょうど対岸にあります。こっちのショッピングモールはいちいち派手。では行きましょう。タイの人って水を使った演出が好きだけど、ついには天井から滝を流し始めました。品川の水族館にこういうのあったよ。横には海外ショッピングモールの常連の一風堂。空間の使い方がリッチなのは東京よりも土地の値段が安いからでしょうか。スタバも2階建て。店内に階段があります。テラスからは泊まってるホテルが見えました。住んでた頃と比べて高層ビルがすごい増えた。お昼はこのお店にしました。注文したのはカオパットとムーサテ的なものでは早速いただきます。何気にバンコク1食目がこれだったけど、スタンダードなカオパットだった。マナーをかけられるのが嬉しい。ごちそうさまでした。この後日本とウェブミーティングがあるのでちょっとホテルに戻ります。アラビカがあったのでコーヒーを飲んで帰りましょう。アラビカはどこのお店に行ってもおしゃれだね。グッズも売ってるんですが、ビニール傘にロゴをつけたやつが驚きの値段でした。綺麗なフォームで上手なカフェラテ。コーヒーも美味しいし混んでないし、いい空間でした。ボートでホテルまで帰ります。ホテルはすぐそこに見えてるんだけど、ボートがなかなか来ません。かれこれ15分くらい待ってる気がする。泳げば数分だと思うんですよね。さすがにここで泳ぐ勇気はないけど。ようやく船が来ました。アイコンサイアムと対岸をぐるぐる回ってるシャトルボートです。出発。 1,2 分しか乗船時間がないのですぐ着いちゃいますが、フランス人の観光客家族は一緒に乗ってるんだけど、子供たちが船でテンション上がっててこっちまで楽しくなってる。対岸が見えてきました。車で渡ると15分くらいかかるので船の方が早いね。ホテルが目の前。もうすぐ到着です。ホテルでミーティングを終えたのですが、爆音で音楽を流す船が通っていきました。あれはディナークルーズでよくチャウクラヤ川を走っています。そのうち乗ってみたいとは思うものの、タイに来てまで欧米スタイルのご飯を食べなくてもいいかなとも思う。今日はホテルの近くのローカルな食堂で晩ご飯の予定です。なんと予定してたお店が営業してませんでした。近所の人に聞いたら風邪で寝込んでるって。なのでグラブを呼んでサイアムエリアに行きます。やってきたのはサイアムパラゴン。そのエリアでも最大級のショッピングモールなんですが、そこの地下のフードコートに来ました。ここでの食事にはプリペイドの専用カードが必要。カウンターでカードを発行してもらいます。200バーツだけチャージしました。1人200バーツあれば十分だし、余った分は後で返金してもらいます。
カウンターで無言で現金を出すだけでも係員が察してくれるので、言葉に不安がある人も恐れずにチャレンジしてみてください。平日の夜は結構混んでて空席を見つけるのも一苦労。カオマンガイのお店に並んでいます。バンコクで割とよく目にするお店だけど、ミシュランのビブグルマンに載ってるらしい。カオマンガイとハッパも食べます。ウスターソースの味付けで誰でも食べやすいやつ。あとはスープもついて165バーツぐらい。タレはセルフなので忘れないように。これで165バーツは十分安いけど、ストリートの屋台と比べたら高いね。でも今回の旅は後工程がまだまだあるのでお腹を大事に。ごちそうさまでした。ちょっとずつ体が太陽を思い出してきてます。もう一度カードカウンターに行って残金を返してもらいました。これも無言でカードを出しても察してもらえるはず。フードコートのそばにあるスーパーでお酒を買って帰ります。タイのクラフトビールはあまり知らないんだけど、これはジャケ買い。タイでちゃんと作られたやつらしい。おはようございます。今日も天気はぼんやり曇り空。今日は午前はホテルで仕事しつつ、午後はチェックアウトしてエアビーで取った宿に移動します。というわけでチェックアウトの時間になりました。外は相変わらず曇り空ですが、街に出かけましょう。昨晩に引き続きサイアムのエリアにやってきました。ここはバンコク芸術文化センター。フラッと言っただけなんだけど、意外といい雰囲気。廊下で企画展をやってるみたい。全体的にはちょっと好みと違ったんだけど、これはめちゃくちゃ好きかも。こういう表現をする日本人の作家をしてて、それと近いものを感じたから驚いた。上のフロアでは有料な展示があるみたい。ミュージアムショップをちょっと覗いてみます。お土産に良さそうな小物がいろいろ。あんまり BACC とは関係なさそうなものも置いてる。T シャツね、欲しかったんですよね。街が暑すぎてどんどん着替えてたら予備の服が足りなくなりそうで。というわけで実需で T シャツを購入。ビルにはカフェもいくつか入ってます。ミニ。かわいい。外に出てきました。正面にあるのはマーブンクロンセンター。子供の頃よく来てましたが、当時は日本のお店なんて全くなかったな。こっちには無印良品もあるし、今の駐在員家族はめちゃくちゃ暮らしやすいんじゃないでしょうか。この辺りの商業施設は歩行者デッキでつながっているので、暑さや雨を避けて移動しやすいのが便利です。何やら撮影大会が行われていました。ピンクの背景と旗が写真映えするってことなんだろうか。僕はこういう東南アジアの人のちょっと着飾って決め顔で写真を撮るカルチャー好きです。自己肯定感はいくらあってもいいからね。今はサイアムディスカバリーを抜けてサイアムセンターというショッピングモールにいます。最近は東アジアのどの都市もそうですけど、日本食がたくさん。中でもバンコクは世界で最も日本食レストランが多い街なんです。八番ラーメンは僕が子供の頃からバンコクにありましたね。当時はこんなにこじゃれてませんでしたけど。弥生県も定食が1000円ちょっとするので、日本と変わらない価格設定ですね。バンコクに住む人の平均月収が18万くらいと考えると、妥当な価格設定な気もします。家賃とか考慮すると、日本の中規模地方都市に住む若者と同じぐらいのお財布事情なのかな。サイアムセンターを抜けてサイアムパラゴンに来ました。昨日ぶりですね。さっきのモールは昔からあるけど、パラゴンは比較的新しいので建物の中が現代的です。昨日行ったフードコートの下には水族館もあります。でもパラゴンも今はとりあえず通過。まずはエアビーで予約した宿に荷物を置きに行きます。最寄り駅までは BTS で向かいます。現在地は中心にあるサイアム駅で、4駅東の麻生区駅までなります。チケットはカード型。
中に IC チップが入っているのでタッチで改札を通れます。列車が来ました。交通渋滞の解消として高架鉄道を作ったんですが、正直渋滞が緩和された感じはあんまりしません。でも確実に便利にはなりました。麻生区に着いたので宿に向かいます。こちらが今回のお宿。シェラトンからの落差は結構ありますが、夜帰ってきて寝るだけなのでこれで十分です。仕事できる場所もあるし、キッチンもあるので長期滞在もできそう。大通り沿いに洗濯屋さんもありました。お風呂場もまあ一般的なレベル。これで1万円くらいなら立地を考慮すればリーズナブル。ドミならもっと安いんだろうけどね。ちなみにネット回線が爆速でした。上りで200メガゼロならクラウドへのデータバックアップがはかどる。地味に嬉しいポイント。改めて出かけるんですが、よく考えたら BTS のワンデーパスを買った方がお得なことに気づきました。同じ日に3回以上乗るならこっちがお得。風の音がすごいかもしれないですけど、今バイクタクシーに乗ってます。車で移動してもいいんですが、バイクタクシーは本当に街中のどこにでもいるので、さっと捕まえて乗った方が早く移動できます。とはいえノーヘル二欠が基本なのであまりおすすめはしません。子供の頃から乗っていた安全感覚が狂ってしまいました。今走ってるのはトンローという通り、僕がまさに子供の頃に住んでたエリアです。最近は再開発がどんどん進んでるらしいですね。あっという間に運んでもらえて38バーツでした。やってきたのはとあるカフェ。暑いからかテラスにはあんまりお客さんがいません。一方で店内は大にぎわい。ここはカムコーヒー。甘いコーヒーとクロワッサンでランチにします。コーヒーはアイスのカフェモカの上にさらにホイップクリームをのせる甘党御用達の構え。クロワッサンも実は甘い。でも甘さでごまかしてるわけじゃなくてちゃんと美味しいです。フォークとナイフで切れるほどしっかりサクサク。ちょっと作業をしつつ休憩します。カフェから出てきたらすぐ隣にドンキがありました。ドンキは精力的に海外展開してますよね。ダイソーもあります。そしてユズハウス。タイではユズが日本っぽいものの代名詞になってる気がします。5分ほど歩いて食堂に入りました。とりあえずビール1つって注文したら大瓶できました。とりあえず1杯のつもりだったんだけど仕方ないですね。残したら失礼です。これは僕が大好きなウーマナオ。マナオっていう柑橘類を使った料理です。豚肉を茹でただけで見栄えはしないんだけど抜群にうまい。マナオはタイ料理の基本調味料なんだけど、日本には輸入できないから現地じゃないと本物の味が食べられない。マナオと唐辛子とナンプラーがベースのソース。これだけで酒が飲めるくらい大好き。ちなみに東京では新大久保に1店舗だけなぜかマナオを売ってるお店があります。おやつのムーマナオとビールで満足したので BTS の駅に戻ります。次に向かうのも懐かしの場所。BTS のエカマイ駅に着きました。ユーロ2024の様子を伝える映像が流れていました。タイでもヨーロッパサッカー人気だよなと思って眺めてたら、その左側に J リーグの広告が急に出てきて驚きました。ちなみにこの映像を撮ってる時は愛するイタリア代表の映像に夢中で気づくのにだいぶ遅れがありました。確かに J リーグの発展にはアジア諸国での人気を集める必要があるんでしょう。では2駅電車に乗ってプロンポン駅まで。エンポリアムという百貨店のフードコートにやってきました。ここはプリペイドカードがなくてもクレカで直接決済できます。ここは子供の頃によく遊んでたところなので懐かしくて立ち寄ってみました。当時はフードコートはなかったですけど。注文したのはガパオ。揚げ焼き卵も乗せてもらいました。こいつ食べてばっかじゃないかと思う人もいるかもしれませんが、2泊3日しかないので1日の食事回数を増やすしかありません。隣には公園が見えます。これも駐在日本人家族には見覚えのある景色でしょう。膨らんだお腹を騙しながらスプーンを口に運びます。
でもこういう普通のものを普通のフードコートで食べてる時にタイに帰ってきたなって強く実感しますね。完食しました。ちょっとビビって唐辛子は避けてしまった。ここは初デートの映画館なんですけど、この銅像の位置最悪なんですよ。当時からこうだった。こちらもまた駐在員にはおなじみの路地。奥に日本食スーパーがあって、通りには日本のものが溢れています。マッサージにやってきました。アットイースというお店。立地から日本人のお客も多くて日本語が通じます。はじめにバタフライピーが出てきました。柑橘と反応して色が変わるやつのはず。じんわりだね。ピンクになってきました。2時間のフルコースでお願いしたので、また後ほどお会いしましょう。マッサージが終わりました。2時間もじっくりやってもらえて感謝です。帰るときに担当の人にチップを渡しました。やってきたのは富士スーパー1号店。まだ日本食材が手に入りにくかった時代からバンコクに住む日本人を助けてきたスーパーです。富士スーパーで観光客が狙うべきはこの手のタイ料理調味料。日本よりも種類も豊富だし、何より安い。たくさん買っておいてお土産に配るのもいいかも。例えばメプロイのカレーペーストは日本の3分の1の値段で買えます。これがマナオです。日本国内にみかん込み場への持ち込みを避けるために国内で持ち込みが禁止されています。でもタイ料理はレモンじゃ再現できないんだよね。ちなみにマナオジュースのペットボトルも売っています。常温保存可能で加工済みなので、これなら日本にも持ち帰れます。以前はクノールがマナオ粉末を販売してたんですが、今回は見つけることができませんでした。今度はイムスフェアにやってきました。ここは去年12月にオープンしたばかりのショッピングモール。来るのは初めてですが、バカでかいですね。入ってすぐの場所にビームスがありました。ここにはユナイテッドアローズも。今の駐在キッズが羨ましいね。僕は当時ろくな服屋がなくてアメコミ T シャツとか着てたよ。上のフロアには IKEA も入ってます。ソフトクリームが8バーツ。日本のソフトクリームより安かった。綺麗なカフェも見つけました。いろいろと文房具も扱ってるみたい。トーンが統一されていて可愛いね。画材とかも扱ってるのかな。他にもおしゃれなお店がたくさん。今日はもう閉店してるところも多かったので、また今度早い時間に来よう。現在時刻は21時30分くらい。ちょっと行ってみたいバーがあったので、これから向かおうと思います。OFTR ウォン・カーワイ制作総指揮の映画に登場したバーがそのまま撮影後も営業を続けているんです。バーに入るとちょうどバンドが演奏しているところでした。若いトリオなんだけどすごいうまい。カウンターは映画のセットのようというか実際にセットだったのか。最初はミーハーな気持ちで来たバーだったけど、ここは通っちゃうねきっと。最高の演奏を聴いてたらいつの間にか随分お酒を飲んでました。いいバーに出会えてよかった。皆さんも機会があれば行ってみてください。次が最後の曲ということで時間もいい感じだったので宿に戻ろうと思います。いや、いい夜だった。外に出たら湿度でレンズがご覧の通り曇っちゃいました。それではおやすみなさい。
おはようございます。最終日の朝です。ちょっと困ったことが起きています。今日の朝9時35分のフライトで日本に帰るんだけど、グラブで呼んだタクシーが全然来ない。原因は見ての通りの朝の渋滞。現在朝の7時40分、出発まであと2時間。結局タクシーが来たのは7時45分。空港には8時21分に着く予測です。ドアクローズの1時間15分前だからなんとかなりそう。これ以上遅れなければ。もうすぐ着くけど到着は8時30分。1時間を切りました。空港に着きました。とりあえず走ります。ANA がオンラインチェックインできるおかげでチェックインはすでに完了。自宅手荷物もないので直接手荷物検査に向かいます。もっと空港を探索したかったのに突然のお別れ。またすぐに遊びに来よう。パスポートコントロールを抜けて出国しました。現在8時40分。直行したおかげで空港に着いてから10分でここまで来れちゃった。NH848 便のゲートは D7。搭乗時刻の9時5分まではあと25分なので、ここまで来れば大丈夫そうです。ゆっくり買い物してる時間はちょっとなさそうですね。ゲートに着くまでは油断は禁物。何か食べたい気もするけど機内食までは我慢。青い翼を発見。これで一安心。現在8時55分。10分前にゲートに間に合いました。いよいよ搭乗です。日本語が聞こえてきて帰るんだと実感します。座席はいつもの翼の後ろあたり。飛行機が今離陸していきました。遠くの方に高層ビル群が見えますね。やっぱりもうちょっと長い日程で行きたいですね。できれば田舎の方にも行きたかった。羽田に着陸しました。飛行機を降りてこれからバスでターミナルに向かいます。でも実は旅はこれで終わりじゃないんだよね。このチケットは。というわけで旅の続きは次回の動画で。ここまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。それではひとまずさようなら。